メイウェザー破産ネットの反応を税理士が分析。序章。今回のメイウェザーのニュース、ネット上でも大きく話題になりました。スレを見ていると、こんなコメントがありました。10億あったら 3% で3000万入ってくるんだからファイアできるのになんで破産する？この発想、実は悪くありません。ただ税理士として見ると、この問いの立て方自体に、すでに落とし穴があります。さらにこんなコメントもありました。稼いだ額の 10% でもオルカンに入れとけばどうとでもなるのにな。気持ちはよくわかります。ただ今回の本質は、そこではありません。ネット上の反応を大きく整理すると、4つの見方に分かれていました。今日はその4つを順番に取り上げて、税理士の視点から1つずつ検証していきます。浪費。1つ目の反応はこれです。スレではこんなコメントが並んでいました。どんだけ金使い荒いねんこいつ。飛行機やら高級車やら時計やら、収益に対して出費が多いだけじゃん。樽を知ることをできない人間の典型的な末路だと思う。プライベートジェットや車の維持費だけで年間数十億飛んでいく散財してるからな。どうやっても破産すんのよ。浪費が原因だ、という見解です。これを見れば、そう感じるのは当然です。実際、スレで紹介されていた支出の内訳は相当なものでした。元カノの誕生日に3000万円近いマイバッハをその場でプレゼント。外出時に現金1000万円をバッグで持ち歩く。曜日ごとに乗る車を買えるために高級車を大量購入。総額30億円。税理士としての採点は、正しい。ただし半分だけ。です。浪費が財産を減らしたのは事実です。ただ今回の問題の核心は、浪費そのものではありません。浪費よりも先に、別の問題が起きていました。それは、手元に来たお金を全て自分のものだと認識してしまったことです。1試合で370億円を受け取ったとします。アメリカの連邦所得税の最高税率は 37% です。仮に 40% 近い実効税率がかかるとすれば、370億円のうち148億円は、受け取った瞬間からすでに税金として確保しなければならない金額です。使えるお金は最初から222億円しかない。ところが多くの人は、370億円が全部自分のものだという感覚で動いてしまいます。浪費の問題は確かにある。ただその前に、受け取った金額の何割かは最初から税金であるという認識が欠けていたことが、より根本的な原因です。運用。2つ目の反応はこれです。スレにはこんなコメントが並んでいました。このレベルってなんぼアホでもオルカンに何億ドルか突っ込んでおくだけで勝手に金増えるんとちゃうの。稼いだ額の 10% でもオルカンに入れとけばどうとでもなるのにな。半分でも安定投資にぶち込んでたら無敵だったのに。インデックス投資をしていれば、という見解です。発想としては正しいです。稼いだ額の一部を長期投資に回していれば、資産は増えていたはずです。ただ税理士としての採点は、発想は正しい。ただし順番が違う。です。投資で資産を増やすことより先に、やるべきことがありました。それが税金の確保です。税金を払う前のお金を投資に回しても、後から税務当局に全額差し押さえられるリスクがあります。正しい順番はこうです。まず受け取った金額から税金分を別口座に移す。次に残った手取りの中から生活費と投資を考える。オルカンの発想は、この順番が守られていれば非常に正しい。ただ今回のケースは、その前の段階で崩れていました。搾取。3つ目の反応はこれです。スレにはこんなコメントが並んでいました。変わらずマフィアがケツ持ちしてる成金はただの道具で、絞れるだけ絞ったらぽい。想像もできんくらい連達な詐欺師が無数に寄ってきてるんだろうな。一定レベルの親しいやつでさえ信用できないんだから孤独だよ。現役時に会計士や弁護士雇うのが通例なんだけど、節税してあげますって流れで食い込んでくる。で、投資してる体でどんどん搾取される。周囲に食い物にされたから、という見解です。これも一面では正しいです。貧しい環境から突然大金を手にした人には、共通するパターンがあります。親族や友人から金銭を求められる。断ることがコミュニティを裏切ることと同義とされる文化的な背景がある。さらに、こうした人物の周りには、必ずお金を増やしてあげますと近づいてくる人間が現れます。自分では理解できない複雑な仕組みへの出資を進められ、気づいた時には消えている。アメリカでは、アスリートの税務を扱うはずの会計士が、実際には資産を搾取していたというケースが多数報告されています。ただ、これをメイウェザーが騙されやすい人間だったからと片付けるのは正確ではありません。どれだけ賢い人でも、自分の専門外の領域では判断が難しくなります。これは誰にでも当てはまる構造的な問題です。凍結。4つ目の反応はこれです。スレにはこんなコメントが並んでいました。時計のコレクションだけでも売れば20億円以上あるし、メイウェザーは今でも年収100億円を超える。10億円少々で破産はありえないだろう。1試合するだけで10億稼げるんやし何とかなるやろ。資産があるんだから払えるはずだ。すぐ解決できる。という見解です。気持ちはよくわかります。ただこれが、今回の4つの反応の中で最も状況を見誤っている見方です。理由は2つあります。まず延滞税の問題です。今回の未納額、およそ10億8000万円という数字は、元々の税額だけではありません。長年にわたって放置した結果、
延滞税と利子税が複利で積み重なった金額です。例えばの話ですが、元々の未払い税額が3億円だったとします。それを10年放置すれば、延滞税が積み重なって10億円を超えることは十分にあり得ます。つまり今日10億円を払っても、それは過去の怠慢の清算であって、新しく稼げば帳消しになる話ではありません。次に、資産の凍結の問題です。IRS は未納税額に対して、租税選取特権と差し押さえを設定できます。選取特権が設定された資産は、IRS の許可なく売却することが制限されます。つまり時計を売って払えばいいという話が、実際にはそう簡単ではないのです。時計も不動産も、IRS が首を縦に振らない限り自由に売れない状態になっている可能性があります。資産はある。でも動かせない。これが今回の実態に近いと考えられます。1試合やれば解決する。という意見もありました。ただパスポートを止められた状態では、海外での試合開催が難しくなります。だからこそ、次の章で触れる破産申請という選択肢が現実的な意味を持ってくるのです。破産。ここで多くの方が驚くのが、報道で挙げられたメイウェザーの選択肢の中に、破産申請が含まれていることです。破産申請と聞くと、全てを失った人間がたどり着く最後の手段というイメージがあります。それでも破産なんてありえない、プライドが許さないだろうという反応がありました。ただこれは制度を知らないと出てくる発想です。破産申請をすると、自動的差し止めという法的保護が発動します。これにより、IRS を含む全ての債権者が追加的な徴収行為を停止しなければなりません。パスポートの執行措置もこの対象に入り得ます。つまり破産申請は資産がなくなったことの宣告ではありません。債務を法的に整理しながら自分の資産と権利を守るための手続きでもあります。制度を知っているかどうかで同じ状況でも使える手が全く変わります。破産という手段も実は有効な手立ての一つなのです。まとめ、今回の4つの反応を振り返ってみます。浪費が原因だは正しい。ただし半分だけ。投資していればは発想は正しい。ただし順番が違う。周囲に食い物にされたも正しい。ただし誰にでも起きうる構造の話。資産があるんだから払えるはずだは状況を最も見誤っている。4つ全てに共通しているのは、稼ぐ能力と守る能力は別物であるという点です。メイウェザーはボクシングにおいて史上最高クラスの才能と努力を持った人物です。ただ税務の管理、資産の保全、信頼できる専門家の選別はボクシングの才能とは全く別の話です。 NFL では引退選手の約 80% が5年以内に深刻な財政難に陥るというデータがあります。メイウェザー固有の問題ではありません。100万円を稼ぐより1000万円を稼ぐ方が難しいですよね。同じように100万円を守るより1000万円を守る方が難しいんです。しかも稼ぐ力と守る力は全く別物です。皆さん稼ぐことには甚大な努力をされますが、守ることにそこまで力を入れているかというと、どうもそうではないような気がします。今回の動画が何か一つでも参考になれば幸いです。そうそう、すでに稼いでいる方は、いい投資先ありますよ。節税して差し上げましょうか。